Project. ガンダムシリーズの最新作ターン A ガンダムがついにビデオリリース。その制作発表と同時にさまざまな話題を呼び、放映開始直後から熱狂的な人気を博している新世代のガンダムターン A。 その人気の秘密とは何か。そして20年以上にわたって作り続けられ、幅広い層から絶大な支持を受けているガンダムとは一体何なのか。その全てをご紹介しよう。Turn A ガンダム。時が未来に進むと誰が決めたんだ。楽に消す命が歴史を書き直す。美しい剣は人と人つなげて巡り来る切なさ悲しみを払ってあなたとの間に命ある形をこの星に捧げる愛という印で機動戦士ガンダム。ガンダムシリーズの全てがここから始まった。壮大な世界設定とリアルな人物描写は当時の若者の心を捉え、圧倒的な支持を得たのである。それだけでなく、その存在は日本のアニメ史に大きな衝撃を与え、以後のガンダムの進む方向を決定づけた。以後ガンダムはテレビ、映画、オリジナルビデオなどメディアを超えてその世界を広げていったのである。みんなが寝静まった夜、窓から空を見ているととてもすごいものを見たんだ。平和より自由より正しさより君だけが望むすべてだから、離れても変わっても見失っても輝きを消さない
そして生まれたての赤ん坊が大人になるほどの時を経、初代ガンダムそのものを原作としてより若いクリエイターたちが独自に解釈する物語も誕生していった。すでにガンダムはシリーズというくくりすら脱し、一つのジャンルと言えるまでになっていったのである。そして初代ガンダムから20年目にあたる1999年、新たな伝説が加わることとなった。その名はターン A ガンダム。原作総監督はガンダム生みの親である富野義行が手掛ける。全く新しい世界を描きながらこれまでの全てのガンダムを肯定してみせるという。その真意を聞いた。20周年なのか、20年も経ってしまったのかということと、20年間自分が何をやってきたのかというふうに考えた時に、とにかくやらせてもらいたいと思った。でそれの一番の、キーワードみたいなことで言えば、また時が巡ってきたんだな。だったらばその時が巡ってくるというふうなものの考え方とか、それから人生っていうのはもともと繰り返しなわけです。生死の問題と生きていく中でのやっぱりサイクルみたいなことを考えた時に、そのサイクル論みたいなものっていうことを考えて捉えていって、それで物語を作っていった時に A を一度ひっくり返して元に戻していく、そのターン A っていう言葉を創作することができたところから、ガンダムっていうのは、旧来のガンダムでないものが作れるだろう、そういう意味でとても意義がある作品に自分の中ではなってきたというふうに思っています。西暦とも宇宙世紀とも呼ばれていない2345年、月に住む人々ムーンレイスは人類のふるさと地球への帰還を望んでいた。しかし地球の文明は大きく後退し、そこに住む人々はかつて人類が宇宙へ飛び立ったことすら忘れていた。成人式のために体を清めていたのにめちゃめちゃにしてくれたわね。謝ります。お父様に鉱山で働けるように頼んでおいてあげたわ。ありがとうございます。本当に。調査のため密かに地球へ降ろされたムーンレイスの少年ロランは、大地と水と風に触れ、その素晴らしさに感動する。ここで待っててね。ロランはハイム家の運転手をしながら地球に馴染んでいき、やがて仲間がここへ移民してくる日を夢見ながら2年の時が過ぎた。一方、帰還を望むムーンレイスと地球の人々の交渉は難航していた。2つの文化は短期間で信頼し合えるようになるにはあまりにも異なっていたのだ。出版社として登録したくないな。俺だってパン屋の修行を続けてみんなにうまいものを食わせてやるよ。今日成人式を終えたら僕はビシニティの人間になるから。そしてロランが地球の住人になるというその日、不幸な行き違いから戦いが始まってしまう。なんだ。ホワイトドールに機械人形が入っていたの？入っていたんですよね。これはモビルスーツだ。なんでモビルスーツが遺跡みたいになってるんだ。
してその時、一体のモビルスーツが長の眠りから目覚めた。ターン A ガンダムのデザインを手掛けたのはインダストリアルデザイナーのシド・ミード、ハリウッドを代表するトップクリエイターでもある。シド・ミードの起用は富野総監督の強い要望によるものだった。かなりの方がご存知の通り、極めてその工業デザインっていうものを意識したデザイナーであるっていうのがシド・ミードさんです。人と、つまり機械、人と道具、人とメカっていう対比をぴっちし出せる、そういうふうな構造にするためにほとんどシド・ミードさんでなければならないとまで思いました。今回のターン A のルックス全体を作る上では僕は成功していると思っています。シド・ミードがデザインしたターン A ガンダムはその発表当時さまざまな話題を呼んだ。賛否両論巻き起こる中で、しかしシド・ミード自身は歴代ガンダムに敬意を込めて真摯にデザインしたと語っている。The original request from Tomino-san to me was to feel the mood of the story, understand the story progression and the story idea, and then to review the Gundam character before the story. And my job was to understand that transition and to understand the history and the tradition and then carry that into the new character. The difficulty was not to get scared by the level of responsibility. It's very similar to being asked to design a mechanical object, and then the factory, the marketing managers, the technical people, they're the ones that decide what color to paint it, what materials to make it out of. My job is to provide the image and the design idea. もちろんガンダムである以上、一連のガンダムデザイン生みの親である大河原邦夫の参加は絶対条件であった。大河原の存在あってのシド・ミード起用であったとも言えよう。私の一応先生と思ってますんでいろいろアイデアを盗んでおります。今までのガンダムのデザインコンセプトをガラッと変える、若い人が変えるっていうとあまり、いい気持ちはしないんだけど大先輩が変えてくれたんでその点はありがたいなっていう感じはしますけどね。キャラクターデザインは安田明。ビデオゲーム「ストリートファイター2」「パワーストーン」など数多くのデザインを手掛けてきた若き天才である。安田明っていうデザイナーに出会えた。そして彼の絵を実際に1枚描いてもらってみた時に漫画絵であるんだけれどもかなりビビッドである。そういう意味では素描画に近いタッチを持ってるっていうことがありました。でそれを彼の目の前で本当に5、6分で描いてもらったキャラクターを見て僕は本物だと思った。ですから彼に協力してもらいたいと思いました。僕結構ゲームでいろんなものを作ってそれなりに自信のあるものを作ってきたんですけども、なんて言ったらいいんですかね、やっぱりアレンジャーなんですよね。監督っていうのはもう常に本気でものを作ろうという感じで、どっかの真似をしてパクるっていうんじゃなくて本気でものを作ってる感じなんで、そういう人と一緒にやったらなんていうか、僕もなんかものを作れるんじゃないかなと思って新たなるステップって言ったらちょっと恥ずかしいんですけども、緩やかに育てて傷口を癒そう。番組の顔となるオープニング曲は小林亜星が作曲。それを西城秀樹が魂で歌い上げている。そしてエンディング曲はファーストガンダムから朝からの縁がある谷村新司が担当した。瞳は心の海
詰めて音楽を担当するのは菅野陽子。富野総監督とはブレン・パワードに続いてのコンビとなる。このターン A ガンダムでもスケールの大きな音楽を聴かせてくれている。国内にとどまらずハリウッドのトップデザイナーまで参加したターン A ガンダム。数多くの才能に支えられてガンダムの新たな世界が描き出されることとなった。シドミードがデザインしたターン A ガンダムはその発表当時賛否両論を巻き起こしたが、数ヶ月後には紛れもなくガンダムだったという声が各方面から聞こえるようになってきた。ヒゲのある機械人形なのか。おひげのあるホワイトドール。おいジョゼフ！レーダーがモビルスーツをキャッチした。潰れろ！姫は手に乗った。フラット2異常なし。フェイスガード閉じろ。これね。あ、本当にディアナ様に似ている。ちゃんと暮らしてるようじゃないか。キースこそパン屋かい？ああ、フランもこのノックスで働いてるぜ。フランと待ってんのか？行けよ。僕はビシニティのハイム家に勤めてる。ノックスの町に出稼ぎのお友達？田舎で顔を知ってるって程度の人です。よろしいですか？ロラン・セアック。みんな地球で暮らすムーンレイスの少年である。ふとした偶然からターン A ガンダムの操縦者となる。地球はとてもいいところだ。みんな早く戻ってこ降りた。何ふざけてるの？あんたはいつもこうなんだから。男に生まれてみてくださいよ。コルセットは腰を細く見せるもんなんだから。ロラン・セアックのもう一つの顔、それがローラである。ロランはグエン・ラインフォードの発案により、実在しない女性パイロットの役割をも担うこととなる。私が見つけた時は偶然でしたが、その後は次々と見つかっておりますから、どうでしょうか。それで追うのか。あなたたちなぜ一人逃した？ローラはどう思います？あの子は正直な子です。あの子は一つの秘密を隠すために他のことには正直であろうとしています。え？そうでしょうか。ロランダメだ。僕はもう我慢していられないんだ。ロラン、まずい。皆さん、僕はムーンレイスなんです。ムーンレイスなんですよ。ロランがムーンレース？正直すぎるよ。
僕は2年前に月から来ました。けど月の人と戦います。だけども地球の人とも戦います。人の命を大事にしない人とは僕は誰とでも戦います。お仕事のお話でしたら私にも紹介してくださいません？代わり映えのしない学問をするよりは実社会で学ぶべき時代になったと存じます。西の客間に飾るにしてもガラスと額縁は取り替えないとね。はい。こういうことちゃんとしないとお父様うるさいから。はい。ソシエが兵隊になっていく。最大防衛ならティアナ様本物だ。ディアナ・ソレルです。グエン・サード・ラインフォード殿でありましょうか。はい。ディアナ・ソレル閣下で。キエルハイムとディアナ・ソレル、地球の鉱山主の長女と月の女王である2人は本人ですら驚くほどに瓜二つである。そしてそのことが物語に大きな転機を与えることとなる。キエルお嬢様。入れ替わった2人はそれぞれの役割を自然に演じていく。申し訳ございませんでした。もともと2人で1人の人物であったかのように。遅くなりまして本当に申し訳ございませんでした。ディアナ・ソレル、ありがとうございます。それがあなたのお心でしょうか。ウィルゲーム、あなただったのね。どちらさん？ディアナ・ソレルです。ディアナ？ディアナ・ソレル？ディアナ様、お下がりください。私のことは構わないでよろしいです。戦いともなれば皆様の前に出て指揮を取らなければならない立場です。ソレイユの離陸は急いでください。はい。ディアナ様、これでよろしいのでしょうか。お母様も落ち着いた場所へ行けば回復されよう。はい。ローラの機械人形な。はい。何としてでも使いこなしてくれ。ミハエル大佐たちにもよく話しておく。戦争ですか？本気でやれるとは思っていない。物語に登場する多くの人々、それぞれの立場、それぞれの思惑を胸に生きる彼ら一人一人の動きからも目が離せない。お前はね、自分の意思であんたらを追い出しに来たんだよ。こんな縛り方してこれじゃ侵略しに来たって言ってるようなもんじゃないか。空軍と機動部隊が勝手に動くわけはないだろう。気に入らないってならさっさと銃殺なり公死刑にしたら。野蛮人が地球の雨とは暖かいものだな。緑の地球、我らが故郷か。君、そこのこの馬を売ってくれ。金なら相場の倍払う。いや、5倍でも。お前はどこのバカだ。なんだと。イングレッサの領主たるこの。イングレッサはもうおしまいだ。何？月にいるみたいだ。ムーンレースのあんたはなんでミレスに手を貸してんだ？あなたもムーンレースですね。ご先祖がね。あの宇宙船掘り出してどうするつもりなんです？どうするって化石みたいなもの動くわけないじゃないか。僕上がります。お客さんが来た。私たちは出ないとね。私はなんて悲しい女なんだ。フィル大尉は注意注意って言ってくれてるけど、こんなんじゃカスカン以下だ。パイロットのクダだ。ホワイトドールがビシニティ方面にいることは敵も知っているだろう。それがかえって陽動になるはずである。我々がホワイトドールなしで攻勢をかけるなんて思ってないってことですか？そうだ。攻撃目標は敵機関ソレイユ。このダッシュもしくは破壊である。
きいモビルスーツ。ターン A ガンダムには実に多彩なモビルスーツが登場するが、地球側のモビルスーツは過去の戦争の遺物を地下から発掘するという大胆な設定がなされている。ガンダムファンなら誰もが知っているようなあっと驚くモビルスーツの登場もあるかもしれない。何が空気がきれいだ。くそ。あれ。お、金属の玉、機械だよ。これが黒歴史の遺跡だって。ロックスに現れたものと同型。ミリシャは同じものを何機持っているんでしょう。物語後半にはターン A と対をなすもう一つのターンナンバーモビルスーツも登場する予定だという。その登場によって物語はどのような展開を見せるのか、まさに楽しみは尽きない。妙な、こんな攻撃聞いたこともない。火薬を使っている。嫌なカウンターなんですね。人と道具という共生論をモビルスーツを作り出した時から考えていましたけれども、もうそれも終わってもう一度、つまり人の物語に戻っていいんじゃないのかな。でそういう巡り合わせにまさに出会えたっていう意味では、僕にとっては今こんなことを今までそのオモハイクって言えなかったことなんです。つまりアニメの世界を作っていくことをやりながら自分が生きているなんてなことは、まして60近くなった男が言うのは恥ずかしい話ですが、今回は単影の中で生きてるかもしれないっていう自分はとっても幸せだなというふうに思ってますから、これは若い人が見ても面白いと思っていただけるんじゃないのかなというふうに思ってます。